Hello everyone! Welcome back to my channel! It's I! はい。皆さんご存知の通り、私はハロプロがとても大好きで、ハロプロの曲、特に歌詞がすごく好きなんですね。で、今回はですね、ずっとやりたいなって思ってた企画の一つなんですけど、ハロプロの曲、もうめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、その中から私が特に共感できる歌詞を今日はご紹介させてもらいたいなと思います。はい。好きな歌詞でしちゃうともうめちゃくちゃいっぱいあって、何十個何百個とか多分あって選びきれないんですね。今日はもうがっつり自分に当てはまるというか、自分この曲にこの歌詞にすごく共感できるなとか、同じことを私も思うっていうのを紹介したいと思います。5個選びましたので5個紹介したいと思います。はい。ちなみに私は小学生からハロプロの曲聴いてますけど、今の大人になってね、こう仕事とかしたりとか中で特に共感できる歌詞なので、自分が学生の時だったりとかに共感してた歌詞とはちょっと違ってるかなと思うので、皆さんも性別だったりとか年齢だったりとか、環境だったりとかによって、心にこう刺さる歌詞っていうのは変わると思うんですよね。だから皆さんの共感する歌詞も私は聞いてみたいなって思いますので、よかったらコメントしてください。ちなみにですね、この間前回のハロステでハロステの新しい企画が始まって、なんだっけな、ちょっとタイトルがうろ覚えなんですけど、心に響く歌詞みたいな、それを紹介するみたいな企画が始まってたと思うんですよ。で、第1回目が小田さくらちゃん、モーニング娘。の小田ちゃんが紹介してて、それがね、すごく私も好きな歌詞なんですけど、セクシーキャットの演説の中の歌詞で、行列に並んだら幸せになれるなら早朝から並ぶわっていう歌詞があるんですね。それを小田ちゃんがなんで好きかっていうのをね語ってて、もうめちゃくちゃうなずけるみたいな、めちゃくちゃ共感もできるし、小田ちゃんのそのストイックさがとても理由に現れてていいなって思った。それを見てたらちょっと私もやっぱりこの企画やりたいと思って、ちょっと乗っからせてもらって今日はやろうと思います。では早速1曲目から紹介していきます。今日はちゃんと紙に書いたんですよ。いきますよ。1つ目はこちらです。じゃじゃん。たった一人を不安にさせたままで世界中幸せにできるのです。はい、これはモーニング娘。14の What is Love の歌詞になります。はい、これ好きな人多い気がしますね。私有名というか、この曲自体すごく人気だしね。はい、この曲ちなみにこれサビの歌詞なんですけど、この前にたった一人を、納得させられないで世界中口説けるので、この歌詞なんですよ。すごくその一連の歌詞に私は共感できるんですけど、なんか結局ね、その身近な人、たった一人っていうのはここで言ってるたった一人っていうのは自分が本当に大事な人とか、だから恋人とか家族とか、そういう本当に自分が大事で大事にしてくれる人のことだと思うんですよ。その自分の身近な人をね、その幸せにしてあげられない人がもっと大きいことをできるのかっていう話だと私は思っているんですね。はい、すごくその通りだと思います。続いて2つ目の歌詞はこちらです。じゃじゃん。ゆとり世代にゆとりなどないアンジュルムの乙女の逆襲。これはもうシンプルに私がゆとり世代だから共感する歌詞だとは思いますね。共感しかない。日本人の方はゆとり世代って聞いて分かる人がほとんどだと思うんですけど、私のこのチャンネルはありがたいことに何割かは外国の方が見てくれているので、ゆとり世代って知らない、なんだろうゆとり世代って感じだと思うので、ちょっと簡単に説明すると、日本の政府が2000年代入ってから10年ぐらいですかね、やった教育政策で、それまでの詰め込みみたいな教育方針からちょっと変えて、ちょっとねゆとりを持たせた、カリキュラムにゆとりを持たせた、授業時間を減らしたりとかしてみましょうみたいなね取り組みだったと思うんですよ。もう今は
そのゆとり教育っていうのはやっていないんですね。でそうゆとり世代っていうのはその教育を義務教育で受けたことがある人がゆとり世代ということになります。だからレンジとしてはすごく年齢幅広いので、今のね20前半の子もゆとり世代なんですが、今の若者はそこまでゆとられてないし、そんなにゆとり世代って呼ばれることもないと思うんですよ。でただですね、私の世代はゆとり教育のその初期の世代ですので、そうなってくると完全にゆとられまして、ゆとり世代というともう本当に世間的にこの世代なんですね。でね、なんでこういう歌詞が生まれるかというとですね、ゆとり世代というものはですね、もうネガティブに扱われるんですよ。はい、ちょっとネガティブな文脈でゆとり世代っていうのはね使われちゃうものですが、ここに言ってる通り、その私たちの世代にねゆとりなんぞございませんよと、その好きでゆとり教育を受けたわけではございませんし気持ち的には何のゆとりもございません、必死に生きておりますっていうことで、共感、ただただ共感しかないという歌詞になります。はい、はい、こんな感じでどんどんいきますね。じゃあ次、こちらじゃじゃん、親切大特価セール、いい人してると思っていたかったから、これは拳ファクトリーの王のにの歌詞になります。はい、この曲はですね、私結構拳の中でも実は好きなんですけど、この曲すごくこの曲一曲通してとっても共感できるんですよ。でも王のっていう感じの曲なんで、ネガティブというかちょっとねこうもうみたいなみたいな感じの歌詞なんですけど、とにかく多分忙しいんですよ、この主人公は。で仕事もたくさん山積みだけどこう悩んでる子がいたんでしょうね。その子の悩み相談をね何時間も聞いてしまって、もう時間がなくなってしまって、もう仕事もいっぱいあってこんな時間になっちゃったもんみたいな感じなんですけど、すごくそういう時ってあるじゃないですか。やっぱり余裕がない時に限って、でもいい人してると思っていたかったからっていうか、ほっとけないんですよね。そういうなんか友達が悩んでたりとか、私もそう自分が余裕なくても後輩の子がなんか悩んでたりすると、じゃあちょっとご飯行くとか、そう余裕がない時の私って感じですねすごくわかります。はい、続いてはこちらです。楽をしてきたわけじゃないのにいつの間にか低くなってたヒールの高さ、思い描いた夢、目標と書いて夢。はい、キュートの人生はステップ、私大好きなこれもね曲、全部今日紹介する曲は大好きな曲なんですけど、これはこのヒールの高さっていうところは正直私は当てはまらないんですけど、なんかヒールの高さは別になんか服によって変わるからなって思っちゃうんであんまり当てはまらないんですけど、ここじゃないんですね。大事なのはこっち、思い描いた夢ね。小学校中学校の時はさ壮大な夢を持っていたはずなんですよ、誰もが。でもこう年を重ねるにつれて現実というものが見えてですね、なかなかね私にはこれは無理だと、もう自分なんて年だしとかお金ないしとかうまくやれる自信ないしとかで、本当は夢があるのに最初から諦めていないかってとこなんですよね。もちろんねできない時はできないんですよ、頑張れない時は頑張れないし、けどそこでじゃあその夢はもうなかったことにしようってしちゃうのは良くないと思っていて、自分には無理だって思った瞬間ハードルがガーンって上がって向こう側が見えなくなってしまうと思うんですけど、ちょっとでもその夢を持ち続けていたら、もしかしたら3年後とか5年後に勝手にこうハードルがちょっと下がってるかもしれないですよね。どういう理由かはわからないですけど、あれ今ならちょっと飛べそうじゃないみたいな風になってるかもしれないから、最初から諦めるのは良くないなって思います。はいでは最後に紹介したい歌詞はこれです。じゃーん。身長の成長が終われども
精神の成長は終わりなし、ジュースジュースキープオン上昇志向。この曲私大好きすぎて何回も紹介してる気がする、このチャンネルで。はい、この歌詞が本当に好きなんです、私。ヒャダインさんありがとう。この身長の成長が終われども、ここは私結構身長が低いんですね。で、だからこそこう体がちっちゃくてもでっかくなりたいみたいな、なんか願望があるんです。人間としてでっかくなりたいみたいなのがなんか自分のスローガンの一個なんでここに身長って書いてあることがまず好きなんですけど、で身長の成長が終われども精神の成長は終わりなし。これは私が生涯も思い続けていたいと思うことですね。はい、ちょっとこれ友達に変わってるって言われるんですけど、なんか理想のおばあちゃん像があるんですよ。自分がおばあちゃんになった時、別に孫がいるとかっていうわけで関係なく、自分がおばあちゃんと呼ばれる、認識される年になった時にこういう人になっていたいっていうのが昔からあるんですよ。でそれはこう結構こういう服を着ていたいとか、こういう髪型をしていたいみたいな見た目のこともあるんですけど、イメージがあるんですけど、それ以上にやっぱここですね、中身が大事じゃないですか。こう精神の成長をやめない人でありたいって思ってますね。はい、だからこの歌詞はちょっとずっとね、これからもっと年を重ねていっても大事に自分の心に入れておきたいなって思っております。はい、以上です。はい、皆さんも共感してもらえた歌詞はこの中にありましたでしょうか、なかったでしょうか。冒頭でも言ったようにね、その環境とか性格とかによってこういう歌詞が刺さるっていうのは違ってきますし、置かれた状況によっても違ってくるから、そうですね、私も今はこういう歌詞が自分に刺さるけど、また10年後に同じ企画を、やることないと思うけど、やったら全然違う歌詞が自分に刺さるかもしれないし、でもやっぱり思うのはですね、ハロプロの曲って結構歌ってるパフォーマンスをしてるのは若い女の子たちだけど、結構ほんと上の世代とかにも刺さる曲が多いんですよね。だから逆に今の10代の子とか中学生ぐらいの子、ハロプロのオーディションを受ける子とか、その子たちはどういう曲に特に共感できるのか、ここら辺はちょっと気になりつつ、皆さんの意見も聞きたいので、もしよかったらコメントをお待ちしております。それでは今日もこの動画にここまでお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。引き続きね、コロナだけでなく世界でね、いろいろな大変なことが起こっておりますが、皆さん元気で無事に過ごしていてほしいなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。